今日なんですけれども、ちょっといつもと違う背景からスタートさせていただきます。私の YouTube チャンネル、ここで初めてというかコラボ、そういった企画をさせていただこうかなと思って今日は待ち合わせをしているんですけれども、そろそろ来る頃だと思うんですけれども。こんにちは、くせ者です。わ、本物習志野さんです。はい、どうも習志野でございます。よろしくお願いします。どうもご無沙汰してます。よろしくお願いします。じゃあすみません、ちょっとはい、私はあんまりこう YouTube の知名度、はい、あまり高くないです。すみません。いやいやいや、とんでもない。ぜひちょっとですね、自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。はい、私、習志野清流窟という忍者名で活動しておりまして、主に忍道というプログラムの師範を務めております。伝統的な忍術の研究とか検証、あと普及の活動が主な仕事となっております。はい、そんな形で手裏剣つながりということで、はい、本日はお招きいただきました。はい、よろしくお願いします。自分自身が、忍者系の古武術とかそういったものをやらせていただいてるんですけれども、そういった先輩方、いろんなつながりありますけれども、特に今私が熱心に手裏剣のことを勉強していて、そうするとどうしてもこう他の方たち、他の流派の方たちと交流することも多いんですけれども、その中で知り合った方です。非常に手裏剣上手な方なので、いやもう叶いません。もうよろしくお願いします。いろいろとお互いできることとか、こんなことやってみたいななんてのいろいろありますので、今日はちょっとそれをやって遊んでみたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくですので、習志野先生の手の内、ちょっと見せていただいてもいいですか。手の内を晒す、ぜひお願いします。僕の場合はこの握った時に薬指がちょうど収まるこの老朽とこの手のひらのツボのところにこれが引っかかるぐらいのところで取っています。感覚としてここでちょっとこう押さえてるようなこういうこういう感じの平で押さえるんですね。でこの手がこう畳まれていく、指使わなくてもこのシワで剣が押さえれるようなイメージですね。で押さえて、であと手を横にこうすぼめて、こういう向きですかね。こうすぼめて、完全にすぼめちゃうんですね。そうですね。でそう押さえる。なるほど。あと人によってだと思うんですけど、中指から抜く人とか人差し指から抜く人と思うんですけど、僕はちょうど間をすり抜けていくような。なるほど。中指と人差し指の間なんですね。で薬指のこの付け根のところで横手を押さえて、なるほどなるほど。なんで手裏剣なしでやるとこういう感じの手の作りをしています。なるほど。でこれが姿勢とか距離とかに応じて微妙にこう変化してやってる感じですね。それが僕の手の内です。なるほど。ちなみに手を的に向けます、それとも手刀にしますか。的に向けます。的に向けてます。なるほど。毛さに打つときはちょっとこうかかったりとか、正面とか逆にこっちに入るときなんかこうその辺はこう千変万化と言いますか。なるほど。ゆっくりやるとこう、こういうもう一度お願いします。こういうゆっくりやるとこういう感じ。綺麗な直打の軌道ですね。それをこうスッと抜いて、で僕の師匠の河野先生とかと同じその稽古思想としては、やっぱりこの直打法の90度だけで全距離、全状態を対応するっていうのをやりたいので、なるほど。どの距離が変化しても手の内でも変わらず。なるほど。すごい。のが理想、稽古の理想としてます。なるほど、ありがとうございます。ちなみに、私はこれから手裏剣を始める方とか、それから手裏剣を始めて間もない方なんかに割とこう向けて話すことっていうのが多いんですけれども、手裏剣を始めたばかりの方とか、始めて間もなくまだ刺さるのが安定しない、そういう方に例えばこういう練習するといいよとか、何かこうそういった技術的なちょっとずるいことがあれば教えていただけると嬉しいな。ある意味で秘伝なんですけど、そうなんです。そういうことをインバウンド向
けのその体験ツアーで忍者体験っていうのをずっとやってて、うんお客さんで体験時間が短いじゃないですか。そうですよね。その中で棒手裏剣のリクエストがあった時に、はい刺させてあげないとやっぱかわいそうですよね。そうですよね。短時間で結果を出して、こうはい。なるべく素早く刺させるようにしてあげるための技で、ぜひ、こう手を作ったらはい。肘をこうこのままにしてあ、ちょっと待ってくださいね。前に肘を。このままにして、これは刺すだけのための動きですけど、はい刺す喜びを知ってもらう。なるほど。で手の内とか何にも考えないでこのままはいパタンと手を下ろす。はい。畳むというか畳。むというか、こうピッチングマシーンになったみたいに、なるほどこういうことを一切せずにはい。こなるほど。純粋に腕を動かすような形でそれであと距離だけちょっと測って跳ね返りだけ気をつけて距離が近い。なるほど。で適当にやれば絶対こう絶対に刺さるなるほど角度もあるんです。ね。こうそれを見つけてはい、確実にこれ刺す。さえやれば絶対刺さるので、なこれで刺さる感覚を得たらはい。楽しくなってくるので、なるほど。から一歩下がってこう工夫と姿勢とっていううー話になってくると思いますね。ん。ありがとうこれはもうございます。初心者の方にまずねこう全部跳ね返っちゃって一発も刺さないとなってどうだ手裏剣難しいだろうってやりがちなんですけど、はい。まあ、そうしないでやっぱり刺さるところを教えてあげるっていうのがいいかなと思ってます。はいやっぱり楽しみを知ってもらうためにはまず刺さることっていうのは大事だなとは思ってるんですけど、はい私もなるべく手を下ろすだけっていう話はしたんですけれども、そうか本当に単純に手だけ動かす、足ももう棒立ちみたいな形でいいんでしょうはい、かね。もうそのままパンって絶対どっかしら刺さるので、なるほどもう素人打ちですね。なるほど。これがなんかこういうことをしようとしたりとかしないで、はい本当にこのまま下ろしてくれと。単純に下ろすだけ。あとは手からすっぽ抜ければ勝手に手からすっぽ抜けるは大事かもしれないですそうですねね、やっぱり。たりとか、うんこうなんか投げたりとか、うん手からこう離すっていうイメージを持ってるときついんですけど、こうん、こからすり抜けて飛んでいく。なるほど。おや、ちょっと何かイケメンの外人が映ってますけれども。そうおっと、こんにちは。こんにちは。地主の方ですよね。はい、そうです。家主の方、お世話になっております。よろしくお願いしますちょっと今家主の方にちょっとご挨拶を、はい。ちょっとね、取り立てが怖い感じの方ですけれども、非常に優しい人なんで。いやいや皆さん、ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。初心者の方って結構こういう自分のこっち側にこだわっちゃってなんかうまくいかないってやりがちなんですけど、うん大事なのはこれ、武術なんで、はい攻める気持ちって結構大事で、そこ取り入れて刺したいところを指さすんですよ。こうやってそこってほう最初ですよ。はい後からこういうのが消えてくるんですけど、はい。そうすると最初刺さりやすいです。そこだってそう今みたいこう手首を使うとかではなくて、はい単純に手を落としてあげる。で今みたいにこう距離人によって距離違うので、はい。ちょっと近づいて微調整しながら手出すだけで刺さりますよってなるほど刺さる距離をなるほど。測ると最初の方はやりやすいと確かに。思いますね。なるほど。はいやっぱり刺さり具合を見ながら調整をしていくっていうのは大事かもしれないですね。そうですね。本当に調整あとはい。初心者の人にありがちなのは膝をこう棒立ちにしちゃうはいはいはい。とこれ腕だけの力になりやすい。おお、確かに。はい。ちょちょっとこう直立するにしても膝を軽く曲げて、っと曲げるんですね。ちょっと曲げる。はい。でそうすると気持ちがこう下の方に来るのでうーん腕力になりづらいので、なるほど。はい、最初これで、練習してなるで上手ほどくなってきたらこう前後させたりとか自分の距離見つけたりなるほど手の内とか打ち方をうん練習していくといいと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすみません、初心者というか、これから手裏剣を始める方、はい。手裏剣を始めたばかりの方に向けてちょっとこう今アドバイスいただきましたけど、はい。せっかくなんで、うんうんちょっと遊びませんか。遊びぜひぜぜひひ一緒にはい。ルールはねシンプルにしましょう、シンプルだはい。せっかくお互い今5本、はい5本持って5本持ますよねってますね。はい。 5本ずつ持ってますので、はい的を用意してみました。お白い紙、すごく小さい紙です。名刺ですね。はい。あれにはい。 5本打ってはい。何本当たるか、はい。当たらなければ、はいより近い方にはい。集められた方の勝ちと、なるほどそう。いったルールでどうでしょう。わかりました。ぜひぜひお願いします。お願いしますはい。もう負けませんよ。そうわかります。そうはい。距離は2件ぐ2らい件ぐらいですかねで。すかね。一回切りますね。ルールとしては、はい私と習志野さん、はい1本ずつ打っていきます。はい。で、交互に交代ではい。狙っていきます。はい。私先行ではい。やらせていただいてちょっといいですか。めっちゃ気になるんですけど、はい。なんか準備満タンのすげえかっこいい方があそこに。あの方が地主さんですよね。地主さんですけどなんか手に手裏剣持ってますよね。 5本ちょうど持ってコーヒーを。ココーヒーをちょっとかっこいいですね。縁側に。もしかしたら乱入も
ねあるかなあるかな、ちょっとわかんないですけど、ちょっとわかんないですねゆっくりですちょっとやってみましょうか一本ずつじゃあちょっとやってみましょうかはい、やってみましょう。じゃあお願いします。じゃあまず私からはいやらせていただきます、1本目ちょっと上にすれちゃいましたね、はい。じゃあ私行かせていただきます。お願いしますあ、これ結構難しいですね。おお刺さったかな、あ、ちょっと右にそれましちょっとたね。右ですか、はい。あれ？すげえかっこいいよ。めっちゃうまい一体誰だったの？謎の国籍すら不明おお。じゃあ私行きますね。これ2巡目ですね。これが2巡目です、3巡目。 3巡目なかなかあれですね、おお。やばいな。ちょっと右に外しましたねめっちゃ皆さんうまいな。そして誰もミスらないですね、 3巡目ですね。はい3巡目お願いします入った。入ってますね。確実に入ってますねちょっとこ回収れします3巡目なんで、はい、このまま、はいあ、2人目でしたっけ？はい、2人目です、ポールは刺せば互角です。あ、なるほど入ったもうだから近い、もう近いは意味なくなったんですね。あとは何本をさせるかですね。あとは何本刺さるか、はい。 5本やればいいんですよ。せっかくなんで5本なるほど。あの1本プレッシャーですねはい、4巡目ですよ。うんよし。やばいよし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 。あれ刺したら負けちゃうのかな4巡目。あれ刺さってない刺さってない。外しちゃいました。これ緊張感あると別物ですね、緊張感私これ刺して互角ですかそうです。これ刺させられたらちょっとまずいですね。おお。じゃあ最後の5投目いきますね。お願いしますしてそのことはこの方は地主さん地主さんすげえ。おお。さあ結果の方をあ、はい見ていきたいと思います。思います一本これ綺麗にいきましたねこの手裏剣はじゃあ入ったということで。やった勝者中島さんあーどうもありがとうございます。参りました勝ちいや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 。いやーお見事ですねでも僕一本外してるんで、いや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 集団率ではね多分ね完成性の方がねやっぱりこ圧倒的ういやに近かった。とんでもないですよいやいやいやちゃんとね狙いにやっぱり一本刺せるっていうのはすごいですよいや結構普段の練習と違いますよねこうプレッシャーがあると違いますねもう。いやでもなんかこんなに身近に手裏剣がすごい上手い方ってあんまりいないので、なかなかもうこういう対決が楽しめるっていうのは本当にありがたかったですので、ぜひ今後もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします今度負けませんからねあ、ぜひぜひまた勝負しましょうまた。はい。ぜひよろしくお願いしでますこの後私のですねチャンネルの方でも関節にご登場いただきまして一緒にねいろいろと検証していただきたいと思います。よろしくお願いよろしくしますお願いします。ありがとうございますどうもありがとうございます。おお。おー